YouTube をご覧の皆様こんにちは。アトピー専門治療院です。よろしくお願いします。今回のテーマはアトピーが悪化しやすい時期についてお話しします。アトピーが悪化しやすい時期は間違いなく6月、7月、8月この3ヶ月が圧倒的に多いんですね。確かに、冬場も悪化するっていう人はいます。それはやっぱり空気が乾燥するんで、空気が乾燥すると、肌が痒くなって、ちょっとかいただけでそれが全身に広がって、気がつけば血が出ちゃったみたいなことがよくあると思うんですね。で、空気が乾燥するから痒くなってアトピーが悪化するみたいな、そんな簡単な理由ではなくて、もっと本質的な意味で、なんで6月、7月、8月この3ヶ月間に限ってアトピーが悪化しやすくなるのかっていうのを説明します。もし皆さんがですね、6月になったらなんかアトピーがなんか悪化してきたな、なんかわからんけど6月になるとアトピーが悪くなるんだよねっていう人がいたら、この動画は必見です。ぜひ聞いてみてください。はい、まず、黄色ブドウ球菌っていうのはアトピーの原因という話をずっとしてます。アトピーの原因は黄色ブドウ球菌なんですね。で、黄色ブドウ球菌ってこれ細菌です。細菌。もっと簡単に言うとこれはカビです。カビって言った方が分かりやすいですよね。今日はカビで、説明しますね。黄色ブドウ球菌はカビと思ってください。で、カビが繁殖しやすい条件っていうのが3つあります。一つが、湿度で、もう一つが温度で、もう一つが、環境。この3つ、湿度と温度と環境、この3つが、この条件が揃った時に黄色ブドウ球菌、カビっていうのは一気に繁殖しやすくなるんですね。で、これを一つずつ詳しく説明したいなと思います。まず湿度が高いところにカビが繁殖しやすくなります。わかりやすく言うと、お風呂ですよね。浴室、ここが一番カビが発生しやすいですよね。なぜかっていうと、もうここは、湿度が一番高いところだから、だいたい 70% から 80% 以上あると言われてます。で、なかなかカビってあんまりね、見えにくいと思うんですけど、でも浴槽の、中、ちょっと外側のタイルをちょっと剥がすと、もうそれはもう汚いカビが結構見えると思うんですよ。なかなかああいうところって見えにくいんですけど、ちょっとタイルをベリッと剥がすともうカビだらけになってるんですね。あとは、浴室の天井もそうですよね。これも放っておけばもうカビだらけになります。湿度が高いっていうのは、黄色ブドウ球菌、カビが繁殖しやすい条件ということですね。で、もう一つの条件、温度。カビが繁殖しやすい温度っていうのはだいたい30度以上になると繁殖しやすくなると言われています。これはですね、なんで温度が暖かくなるとカビが増えるかっていうと、これよくわかんないですけど、個人的な意見で言えばカビも生き物じゃないですか。生き物ですよね。もうだいたい人間と一緒で、寒いのやっぱ嫌なんですよ。寒いとやっぱり動きたくないし、やっぱちょっと暖かくなるとやっぱ体って動かしたくなるじゃないですか。なので人間と一緒で、もうカビももう多分寒いところが嫌で暖かいところがいいかなと思うんですね。なのでだいたい30度以上になると、カビが繁殖しやすくなります。で、あと、環境。環境は何かっていうと、カビ、黄色ブドウ球菌ですね。黄色ブドウ球菌が繁殖しやすい環境っていうのは、これアルカリ性の環境だともうめちゃくちゃ繁殖しやすくなるんですね。で、もっと詳しく言うと、夏場暑くなるとやっぱり汗かくじゃないですか、人間って。汗をかくと、肌っていうのはアルカリ性になるんですよ。アルカリ性で、アルカリ性になって、アルカリ性の環境っていうのは黄色ブドウ球菌が最も繁殖しやすい、住みやすい環境になるんで、この環境が黄色ブドウ球菌にとってすごく居心地がいいっていう環境なんですよ。で、さらにやっぱり汗をかくと痒くなる。
痒くなると皮膚をかき壊して、でそこから、滲出液とか出てくるんですよね。で黄色ブドウ球菌というのはこの滲出液を餌とするので、もう黄色ブドウ球菌にとってはもう絶好の環境なんですよ。アルカリ性でもあり、でしかも餌も入ってくる、もう黄色ブドウ球菌にとってはもう最高の環境なんですね。でこの1番2番3番、湿度温度で環境、この3つの条件が揃ったのがまさしく6月と7月と8月なんですね。湿度っていうのは、湿度が高くなるのは6月、もうまさしく今こう、今日この時点で今6月、大阪は30で、今日から、梅雨入りします。この湿度が高くなるっていうのはこの梅雨入りした瞬間なんですよ。梅雨入りの時期なんですね。で、温度もだいたい30度以上になってきます。今日この時点で大阪は32度あります。はい。なので6月7月8月、なぜアトピーが悪化しやすくなるかっていうと、もうまさしくこの湿度と温度と環境の条件が3つ揃うからなんですよ。特に6月はもう最悪です。アトピーの方にとってはもう最悪な時期です。で、なんで8月も増えるかっていうと、8月はですね、梅雨が終わってるわけですよね。梅雨は終わってる。湿度もちょっと下がるんですけど、日本はやっぱり台風が最も多いのはやっぱり8月ぐらいと言われてるんですよ。だいたい夏場は台風がやっぱり増えるので、湿度が高くなるんですよね。なのでそういう意味も含めてだいたいその6月7月8月っていうのはアトピーが悪化しやすくなる時期だと思います。はい。でもうこの時期を乗り越えるっていうのは結構大変なんですけど、やっぱり、汗をかくっていうのはやっぱり良くないんですよ。汗をかいたらやっぱり、黄色ブドウ球菌が増えやすくなる環境を作ってしまうので、やっぱり良くないんですね。かといって、その黄色ブドウ球菌撃退法っていうのはやっぱお風呂に入って汗をかくことなんですけど、この、汗をかくっていう意味もちゃんと意味があって汗をかかしているので、そこはまたちょっと意味が違うんですね。はい。黄色ブドウ球菌を殺す天然素材っていうのが、微生物がその汗を分解する、作用を持っているので、お風呂入って汗をかくっていうのは別に決して悪いことではないです。はい、そこは誤解しないでください。はい、今回のテーマはなぜ6月7月8月にかけてアトピーが悪化するのかっていう話をさせていただきました。以上です。ありがとうございます。